あの日、大規模な停電によって夜は真の闇に包まれた。皮肉にもそのおかげでかつて見たことのない美しい星空が僕の頭上に広がっていた。戻るか。あのおばあさん、いろいろ捕まってここまで来たのか？大変だな。あ、もう捕まるものがない。大丈夫ですか？トイレですか？どうしたものか。トイレはすぐそこだけど。じゃ、じゃあ、僕がおぶっていきます。よっ。おお、意外に重たいもんだね。着きましたよ。さて、ここからどうしたものか。カラン、あ、ちょうどよかった。偶然、母がトイレに来ていた。僕がおばあさんを後ろから支え、母に下をお願いする。はい、いいですよ。中腰がめっちゃきつい。体育館のトイレはすべて和式なので大変だった。ところでおばあさん、どこから来ました？ちょっと認知症？この状態で一人でトイレに来させる？家族は何してるの？困ったな。家族を探すのは暗くて難しいし、大声で呼びかけてみるか？こっちに連れていらっしゃい。ストーブのそばに座っているお年寄りに声をかけられた。あ、はい。行きましょう。じゃあ、お願いします。ストーブで暖かいし、お年寄りが多いから心強いだろう。でも、最初に来た方向と逆のような。家族とかいないのかな？ここから見えるし、気に留めておこう。しかし、気に留めるも何も、僕とおばあさんのトイレのタイミングが同じようで、その後もトイレを担当していた。すいません、手伝っていただけますか？慣れてきて通りすがりの方に手伝ってもらう。しかし、こうなる前に予測できなかったものか。地震の前の生き物の異常行動。宮城県沖地震は1978年昭和53年6月12日の17時14分に発生した。当時5歳だった僕は宮城県から離れた埼玉県に住んでいた。夕方、いつも自宅近くの用水路でザリガニ釣りをしていた。しかしまだ上手に釣ることはできなかった。ところがその日は生まれて初めて驚くほど大量のザリガニが釣れた。喜んで家に帰る途中で宮城県沖地震が発生。埼玉県でも結構揺れた。ザリガニが地震発生前に何らかの異変を察知して用水路の底から上の方に逃げようとしていたのだと思う。
そういえばあの時も。自宅前に蛇が出た。しかも2匹。こんなこと初めてだ。これはおかしい。大地震の前兆？僕は本棚の前に段ボールを立てかけておいた。その日の夜。やっぱり来たか。予想通り大きな地震が来たが、事なきを得た。2008年7月24日0時26分、岩手県沿岸北部地震であった。あれはファインプレーだった。まあ、今は蛇は冬眠中だから予測は無理だった。そういえば、おとといも地震来た。2日前の3月9日11時45分に三陸沖地震があった。それで植木鉢は下に下ろしてたっけ。助かった。しかし、それだけか。そもそも宮城県沖地震に備えろって散々言われてきてたよね。それでその度にいつかやろうと思ってた。地震に対する備えも持ち出し荷物の準備もなし、致命的な先延ばしであった。発電機でライト、消防団の人か？ちょっと明るいと違うな。お腹すいたな。9時半か。ビスケットの残り半分食べておこう。ごちそうさま。完食。いつの間にかドア閉まってる。ちょっとマシになった。緊急地震速報です。余震が続くな。なるほど、こういう時はラジオが便利なのか。近くの人に聞こえるようにラジオのボリュームを上げている人が結構いた。携帯でテレビは見れた。しかしあの時僕はまだ電池を温存していた。でも今の僕ならおそらく真逆の行動をする。バッテリーがゼロになろうが最初の段階で情報を取りに行く。生死を分けるのはバッテリーの残量じゃない。自分の今の状況を1秒でも早く把握すること。そりゃ子供は泣くよな。大人でも厳しい状況だよ。今回は姪っ子来てなくてよかった。そろそろ横になるか。寒っ。横になるとさらに寒さが増した。下から体温全部持っていかれる。毛布が足りなくて足も伸ばせず、寒さと無理な姿勢でまさに地獄。もともと寒がりなので非常にきつい。余震？自分の鼓動か。
もしかしてこれ全部夢か？そんなわけないか。これが夢ならよかったのだが。志津川では病院の3階まで津波が到達しました。津波が3階まで？もう、日本沈没。日本沈没よ。日本沈没ね。さすがにそれはないだろう。でもここで僕の人生終わる可能性はあるかも。いつしか僕はこれまでの人生を思い返していた。もしかすると走馬灯を見たのかもしれない。そもそも父親とは昔から反りが合わなかった。子供の頃も遊んでもらった記憶はほとんどない。僕は高専卒業後、絵を描きたいとあっさり会社を辞めた。専門学校で絵を学んで、アルバイトをしてアメリカに留学、CG の勉強もした。いろんな国に行った。イギリス、ベイカーストリート、フランス、ルーブル、オルセー、ポンピドゥ、LA でホームステイして、ラスベガスのスタートレック G エクスペリエンスにも行った。あとは韓国から DMZ ツアーで北朝鮮にも行ったな。それから台湾か。おかげでいろいろな出会いがあった。みんな無事でいてほしい。あの頃の僕にはたくさんの可能性があると思っていた。しかし仕事はダメだったな。映像会社に就職したけど会社がすぐダメになったし、その後はネットで細々と仕事をしていたが、ほぼニートの僕を父は苦々しく思っていた。真面目に会社で定年まで働いた父親には理解できなかった。まあそりゃそうだわな。それで僕は家で肩身が狭かった。そして世間に対しても。40歳になる前に最後の勝負と漫画を描いていたのが今日のお昼だよ。その努力も水の泡。人生何が起きるかわからないものだ。ここで僕の人生は積んだ。僕の人生終了。全く静かにならないな。もう結構遅い時間だけど。フードをかぶったがさほど変わらず。寒いしうるさいし、全く眠れる気がしないな。さて、これで人生終了じゃあなかったらどうする？パソコンは壊れたよな。いや、何もかもぐちゃぐちゃか。車が落ちて、家も庭も何もかもめちゃくちゃ。どうすりゃいいのよ。創造的破壊。意外に前向きな気分だな。もともと大して何もないしな。命があってよかった。それにアイデアはすべて頭の中にある。よし、できるだけ早く復帰してみせる。すべてを失った時の清々しさは心理学で執着からの解放やリセット効果と呼ばれる。どん底まで落ちるとこれ以上失うものはないという開き直りから逆にコントロール感を取り戻すことがある。人は状況をコントロールできない時に無力感を感じる。
しかしゼロになったと思うことで再出発の主導権を握った感覚になる。それは錯覚に過ぎない。しかしその錯覚こそが人を動かす原動力になる。